どう思ってますか？テニスで何を感じる？何を感じる？僕はもう一つしかない。難しい。ボール。そういうことか。そうもっと簡単にそうなぜなら僕はボールとどれだけ仲良くなれるしか考えてなかった。なぜならサーブの時は自分のもんなんだけど、相手が放ってからは今度は自分のものなわけ。これ生きてるかどうか知りませんよでも僕は基本的に話しかけようとしてた。いいか、パッと来てるクロスコート重いもの行くよってこうやって打ちながら会話をしようとしてたの。だからこのボールっていうのは生き物って感じかな。ただ単にボールとかいうふうに持ってるともったいないですね。だってこのボールがなきゃテニスできないから。あとラケット。人ってこうやって大きく目を見て集中していけばいくほど見えない視野がどんどんこう広くなっていっちゃうというか、ピントが合わない。でピント合わせようとしてこうやってやる？やんないでしょ。ピント合わせようとしてる時ってだいたいカメラでもこうやってやるでしょ。カメラ目でってやる？やんないです。そうだからこの例えば200キロサービスって考えた時に視野はこれだけ広いと見えないのよ。僕はずっと視野を目をこのぐらいに狭めてる。馬と一緒ですね。競馬の見せませんよね。ここだけを見る。この間だけしか来ないんだから。わかります？これはストロークだから広くします。ボレーになった僕の視野はこうなってる。リターンはこれだけで十分なの。この中でふーってこうちょっとこう呼吸をするとふーって目が細くなりません？それが一番力が抜けて見やすいんです。ふーってこう力を抜けた時のこの感覚がボールがものすごく見えるようになる。だからストロークでも集中してる時って大体こういう感覚の目をしてます。力抜けてる目、こうやって力が入る。でもボールを見てる、集中してるっていう感覚があるんだけど、そこをまず感じることは大事かもしれないですね。Please subscribe。じゃあここに来てちょっと立ってもらっていいですか？感じるっていうことでクロスコートですね。クロスのサービスラインとベースラインの間ぐらいのところちょっと刺してもらっていい？サービスラインとベースラインの左手で指さしてもらって、はい、この感覚分かりましたね。じゃあちょっとこっちが行って一回戻って手をしてここから4歩目つぶってください。こうやってここから4歩目つぶってこっち歩いてきたい。はい、1、2、3、4で最後ちょっとクロス、足をこうクロスする、出す、そうですね、フォアハンドを打つっていう感じでさっきのクロスのところを指してみて、ちょっとそこでストップしてくださいね。ちょっと自分で目を開けてみて。全然違う。そう、これなのよ。自分がこう来ていった時にボールをここで集中しちゃってる時、この感覚が一気によりクロスに打とうとしちゃう。視野が全然変わっちゃうのよ。今思いっきりこっちでしたね。そうなるの。それは目の錯覚とかいろいろあるんですけど、あれって思いましたよ。そうだから自分がストロークの時の視野の使い方はここまで、ネットにつけばつけば迫っていくよっていうこの感覚を掴んでるか掴んでないかでむちゃくちゃテニスが変わるの。だからボレーって実は簡単なのよ。こういうふうに出ていくことが分かれば斜めに、そうすると視野はこれだけでいい。ただ皆さんの視野はだいたいこっちですね。ここまで見てるから構えててもいやこっちに後ろに行っちゃう感覚。確かにそうだ。そこでものすごく大事になってくるのがこれですね。なんですかそれ。これなんですかそれ。このお知らせ全然関係ないです。ちょっと皆さん一回足を普通に構えてみて、手をちょっとラケット置いてみましょうか。両手でぐるんぐるん回して前で、ここに自分のゾーンっていうんですかね、スペースっていうか、ある。ワン、ツー、僕のゾーン、僕のゾーンってことですね。なんかテレビで見たことある。笑って真面目ですよねこれ。真面目ですよね。いやはっきり言います。
もしこの感覚をつかんだら、あなたのテニスは変わります。なるほここがラケット持っていいですよ。ここが全部の視野だと思ってください。ここが目、ここで全部捉えるって考えた時に、気持ち的にはまずどうなる？テニス、ここで構えるって考えたら、ここで全部テニスが行われますって考えたら、どういう気持ちになれる？前向きになれるんですよ。簡単に感じるんでそうすよね。そうなの。ここだと。そうなの。でもみんなが捉えてる感じはここなのよ。なんとなくわかります？だから僕が大事にしてたのは、こんなに下がろうが絶対にここにあったわけですよ。自分のベースは前に行ってもベースはある。だから深いボールが来た時にどうなるかっていうと、皆さんはこうなるわけ。下がりもうこうなるわけよ。僕はこうなるわけ。どんな下がってもここで捉えてるから、攻められてるって感じがないの。この感じ方をつかめることができたら、テニスは相当変わる。こうはなりますよね。どうしても行きたがっちゃうんですよね、こういう風に。だから僕の考えでは、首は横に振ることはない。そうテニスでターンはしますよ。昔は違ったの。僕木のラケットから押さえる、1、2、3っていう横向いてってテクバッキー打つ、ボール運んでよっていう、この感覚の時は完全横向いてたんですよ。今はこの状態からターンするだけなの。ボレーもターンするだけなの。首は前をずっと向いてるわけ。ここにあるんですよ。でフォアっていうことに関して言うと、一番簡単なのが左肩を見せる、右肩を見せる、これだけですかね。ローテーション、肩で左肩を見せてあげる。しかもこの部分がボールをつかめる感じですかね。それをすごく僕は大事に。スターテニスアカデミー。一番僕が必ずジュニアでやる中で、誰がやってもうまくなる練習、後ろ投げやってる？よく後ろからっていうことですね。こっちからですか？後方から。これはもう 100% よくなる。これはもう一般の方だろうがジュニアだろうが、言ってみれば錦織圭選手自身もこれが一番、もう必ず自分のフォームとか、よく調子が悪くなるとかね、なんか不安があるとかいう時に使う。ボール見てていいんですよ。ここにちょっともうちょっと後ろから行きましょうか。ここから普通に打ってください。いきます。で全然ゲームでも何でもないからリラックスしちゃってほしい。わかりました。一番自然に打てるから、これをこのまま、で打つ時にその勢いのまま打っちゃって、ボールのこの流れでこれをそのまま歩く。そうもう一回いきます。普通に打っちゃっていいですよ。普通にいきます。もう見ておいて、こう普通に打つ。よっしゃできた。すっごいわ。すごい。何が良かった？なんか勢いを殺さないまま後ろから前にそのままなんか流れでいけた。一般僕が良くなる3つの欠点が全てクリアになる。何が変わる？今のは体重はどう？体重は前ですね。必ず前になるのよ。後ろから来るから、今ので後ろ下がってるのはおかしいやつだよ。必ず前になった。他は後ろから来るから、後ろから来るから打点は前になるし、そうおめでとう後ろにはならないですね。そう打点が前になる。絶対追いついていこうと思うから。で人が一番力が入るのはここなのよ。なんであなたはここで取るんですかって。なるほど。多いでしょ。ここで取るっていうことで、テニスで一番大事なのはここからです。何が変わった？フォロースルー。フォロースルーが前に前出し、フォロースルーが大きく取れる。そうおめでとうやったやった。確かにその通りだと思います。体重前、打点前、フォロースルー。テニスは僕の理論だよ。何だっていいのよ
ここで当たってからどれだけ振り切れるか、なるほど。それが自然にできるようになるの。後ろからこんなシンプルなものが、これが前からだとやっぱり打点が後ろになりやすかったりすることがありえちゃいますもんね。そうあるし、嫌でも修正できるからこれは、その感覚。ただ注意点としてこれ練習、これも球出しする人が大事なのよ。球出しする人、じゃあもうちょいやってみよう。はいはい、じゃあ後ろから球出します。いきます。これが一番指導者としてダメなパターン。ダメというよりも、なんですかね。そうじゃあちょっと1球ずつみんなこうローテーションで打っていきましょうか。はい。これはお父さんお母さんだってすぐやってできることだから、これをまずやってみましょうね。普通に1球ずつこういきますよ。はい、はい、1球ずつ、はいはい。そうすると打ったらそのまま中歩きながら、そうむちゃくちゃみんないいフォームしてますで必ずなるんだけど、その時に大事なのがコーチも球出しする人も心が共有してなきゃいけないんですよ。これはこのボールとも僕は一番仲良くしようとしてる。で人数がどうしても多くなった時には打ち終わった次の人のコンタクトが大事なんですね。なのでこうなるわけです。いきますよっつって、はい行こう、はい次、はいはいゴー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 、はいボール見て、そうっていうちょっと余計な動きが大事注目しちゃいます。そうそう。でも多いのが、はいじゃあ行きましょう、ボール後ろから行きます、はい行きますよ、はいはいどうぞ、ナイスショット、いいですよ。これは感じる力が弱い、こっちもねちょっとテンションなんかやる、なんつうんだろう、こうテンションが上がってくる。何か知らないけどここからこういう動きによってボールにも相手にも伝わるんですよ。なるほど。それによってこう見ようとか集中しようとか、そういう感じる力っていうのは出てきますね。なるほど。ちょっと小野さんいいですか。深いボール、深いボール。よく僕がやるのはバウンド的にね、これがグランドスラム、ちょっと危ないですね。怪我しないように普通そこで構えてるの、はい。でこれが全仏オープンだね。そうこれが全仏オープンになってくる。こういういやいやいや、あとはもしくはこうカメラがいないところとか、何を感じなきゃいけないかっていうと、僕らのコートはこのブルーのラインだと思うでしょ、はい、僕は戦う時にこの緑が全部コートだと思ってるんだ。どうやって相手をここに持っていくのか、どうやって相手をここに走らせるのか。世界のコートはこの緑全部ですね。みんな走ってるでしょ、それを思うと角度をつけるってことを感じ始めるし、想像するし、どうしても日本の人たちってここでランナーはいやはいややるからそれは試合じゃ使えねえだろっていうところなの。なんとなく分かります。で今のバウンドっていうのが、これは僕も世界行って初めて感じたんだけど、ここで普通に追い込まれて打ったらありがとうございましたってこういう感じもう次 100% 決められるのよ。もうねやる気をなくしましたなんていうか、このまま前に進めないって、そのためには早く予測しなきゃいけない、そのためには深いところに切った思いっきり深いボールドンって返す力がなきゃいけないって、それで世界に近づけてたってところかな。僕はジュニアの中で何を自分で作ろうかというと、世界の雰囲気を僕が作ってたわけ、でもそれが多分僕はコーチとか本来はジュニアの気迫でそういう雰囲気を作ればいいんですよ、でも知らないから、じゃあ本気の思いってどういうものなのかっていうのを僕が作る以外ないわけだから、間違いなく集中してくるような声のかけ方とか球出しの仕方をするわけよ、それを覚えた時に、今君たちは今本気になったよねって、全てのボール考えて打ったよねって、それを継続したら世界は近くになってくるし、一般の人でそれできるよね、Thank you so much for watching this video. If you like this video, please give us a like.
By pressing the subscribe button, you can join the Star Tennis Academy right away. Your mobile device will instantly turn to a pro tennis school. Let us know what lesson you want to learn from us. See you next time. Bye!